皆さんこんにちは。おにぎりんです。日本では母親が作った料理、またそれを食べると懐かしさがこみ上げてくるような家庭料理をお袋の味と言い、その代表としてお味噌汁や肉じゃがなどが挙げられます。家庭によって味付けが異なっているものの、肉じゃがに関しては使われる具材は共通しているものがあり、お肉にじゃがいも、人参、玉ねぎ、糸こんにゃく、調味料として醤油や砂糖、みりん、お酒などが使用されます。甘じょっぱい味が染み込んだホクホクとしたじゃがいもは煮物の定番として必ず名前が挙げられます。美味しい肉じゃがを作りたいと料理教室に通う人もいます。今では家庭料理に欠かせないこの肉じゃが、ビーフシチューの失敗から生まれたのかもしれないのです。1948年に中五郎として生を受け、後に大人になって平八郎と呼ばれた人物がいました。彼は海軍の軍人だったのですが、イギリスに留学していた経験がありました。その留学時代に食べたビーフシチューのあまりの美味しさに驚いたと言います。そして海軍の船で食べる艦上食にしようと料理人に作ってもらうことにしたのです。ビーフシチューを作ってくれないか？大変失礼ながら申し上げます。私はコックでありながらビーフシチューの作り方を存じません。どのようなものでしょうか？なんと料理を任された料理人はビーフシチューを知らなかったのです。そこで平八郎は肉とじゃがいもと人参が入っているのだと言います。肉とじゃがいもと人参。頼まれた料理人は散々頭を悩ませた末、その時に入手可能であった調味料である砂糖と醤油を使って作りました。食べたこともない味を知らない料理を作るのですから、ずいぶん苦労したことでしょう。しかも当時の日本ではワインやデミグラスソースを手に入れるのは難しかったかもしれません。もともとはビーフシチューを作ろうと思っていたものが、作り方もわからず、調味料もあり合わせのものを使って料理をしたら出来上がった。そうして出来上がったものが肉じゃがだったと言われています。ただ、このお話は作り話だったのではないかという説もあります。その理由は、料理長がビーフシチューの作り方を知らなかったのはおかしいのではないかと思われているためです。というのも、当時の日本ではすでにビーフシチューやハヤシライスは洋食屋では食べることができたというのです。しかもその頃の海軍では普通のシチューの作り方の記載もあったようなのです。この平八郎のエピソードが本当かどうかについては今もなお議論されています。ただこの肉じゃが、日本人にとって救世主となったことは事実のようです。実は日本では7世紀頃に最初の肉食禁止令が出され、肉を食べることを禁じられました。それから19世紀頃までは牛肉などを口にすることは公には避けるようになりました。米や野菜中心の食事になり、
タンパク質とビタミンが足りません。それが原因で脚気という病気になりやすかったとされています。特にビタミン B1 が欠乏すると脚気になりやすいのですが、全身の倦怠感、食欲不振、しびれ、むくみなどの症状が出ます。ひどくなると末梢神経障害や心不全を起こします。西暦720年頃に編纂されたという日本の古い歴史書である日本書紀という書物にもこの病気のことが書かれてあるというのですから、人々は1000年以上頭を悩ませてきたということですね。それでも脚気にならない人もいたのも事実で、どうやって病気を予防していたかというと、玄米です。玄米の米ぬかにはビタミン B1 が豊富で、玄米全体の 80% の栄養が集中しています。玄米を主食にすることによって脚気予防になっていました。しかし、江戸時代、玄米から一番栄養のある米ぬかの部分を取り除き、食べやすくした白米が都市部を中心に出回るようになりました。それまで玄米を主食にすることで、ビタミンを補足できていた人たちも脚気になり、明治時代から大正時代にかけて、脚気は結核と並ぶ日本中を悩ます病気になってしまいました。それがこの肉じゃがやハヤシライスなどの養殖によって長年の悩みから解放されたのです。養殖には牛肉、豚肉、鶏肉などの肉がよく使われます。特に豚肉には脚気に効くビタミン B1 が豊富です。部位によって差はありますが、豚肉のビタミン B1 は牛肉の約10倍とされています。牛肉も良質なタンパク質やエネルギーを多く含んでいるので、脚気にはもってこいです。ちなみにこの肉じゃがに使われる肉ですが、日本では豚肉派と牛肉派に分かれています。割合で言うと、牛肉を使うという人は約6割、豚肉を使う人は約4割です。東京を中心とした東のエリアでは豚肉派が多く、大阪から西では牛肉派が多いようです。ビーフシチューの失敗作だったかもしれない肉じゃがですが、牛肉であれ、豚肉であれ、肉を食材に取り入れることにより、日本人が1000年以上苦しんできた病気を治してしまうなんてすごいですね。日本人を救ってくれた救世主と言ってもいいのではないでしょうか。